こんにちは、まんまるなです。今回は節約や時短、家事楽につながる100均グッズを7商品集めました。普段よく使うアイテムの意外な使い方や、ダイソーとセリアの商品を比べたりもしています。最初にご紹介するのが、セリアのドア下用隙間テープです。ドア下の隙間にこちらをつけることで、冷たい隙間風の侵入を防ぐことができ、冬場の寒さ対策になります。暖房の熱効率をアップさせることにつながります。透明なポリウレタン製のシートと両面テープが2枚ずつ入ってます。まず透明シートに両面テープを貼っておきます。リビングと廊下をつなぐドアはこのように隙間があり、ここに手を当てると冷たい風が通っていることがよくわかります。これをシートがギリギリ床に擦れない位置に貼っていきます。あまり下につけるとドアの開け閉めに影響が出てくるので、ギリギリのところになるようにつけます。冬だけではなく、夏場の冷房効率アップにもつながるアイテムです。次にご紹介するのがダイソーのシリコーンリングです。フライパンの上に仕切りを作ることで一度に複数のおかずを作ることができるアイテム。忙しい朝のご飯作りやお弁当作りに役立ちます。柔らかいシリコーンゴム素材でできており、耐熱温度は230度。熱々のフライパン上でも安心して使えます。上部には取り出す時用の持ち手もついてます。仕切られているので具材が外にはみ出ず、調理中もずっと見守ってる必要がないのが楽です。今回目玉焼きは爪楊枝を使って隙間を作って取り出しました。一度に作れることでフライパンを何度も洗う手間がなくなります。パンケーキを焼くときにも同じ大きさのものがきれいに2個出来上がります。ちょっと厚みのあるミニサイズのパンケーキが簡単にできます。ちなみに3COINSで4個入りを発見。大きなフライパンがあれば4つ乗せて使ってみたいです。ただお値段的にはダイソーで2セット買った方がお得かなと思いました。次にご紹介するのがセリアのふんわりリッチです。水と洗顔料を入れてスティックを上下すればもっちり濃密な泡が作れるというものです。洗顔ネットや手で泡立てるよりも濃密な泡が作れると話題になってたので気になってました。
ポリプロピレン製の本体蓋スティックがついており、本体にあるラインを目安として水を入れ、洗顔料も入れてスティックを上下に動かします。私はすでに洗顔は泡立てネットを使っているので、いつも泡立てるのに苦労しているシャンプーの泡立てとして使えたらいいなと期待して買いました。いつもより少ない量のシャンプーで、かつ泡立てに時間がそこまでかからないようだったら、節約にも時短にもなりいいことずくめ。次にご紹介するのが、洗って何度か使えるキッチンタオルやマルチダスターです。以前は一回一回ウェットティッシュを使ってましたが、少し前から使ってるのがダイソーの洗えるキッチンタオル。今回は評判が良かったこちらのマルチダスターと、それに似たセリアの商品を買ってきました。どれも何度か洗って使えるのが特徴。それぞれの違いはこちらの通りです。今回は耐久性を比べてみたいと思います。どれも洗って使ってというのを4回繰り返してみます。まず洗えるキッチンタオル。普段はテーブルを拭く用途で使うことが多いですが、コンロ周りの掃除で使った時はすぐに破れる印象です。次にダイソーのマルチダスター。最後にセリアのもの。こちらは一番小さなサイズです。次にご紹介するのがダイソーのレンジでお手軽パスタ。お鍋に熱湯を沸かしてパスタを茹でる時間と手間を省ける便利グッズです。蓋にパスタ1人前が測れる計量穴がついており、水切り穴もついてるので、こちらの容器1つだけで完結します。容器はポリプロピレン製で耐熱温度は140度。
作る手順や温める時間も蓋に記載されてます。パスタを容器に入れ、内側の線まで水を入れます。蓋せずこのままチンします。加熱時間はそれぞれのパスタの茹で時間にプラスしてこれぐらいが推奨されてます。容器の幅が結構あるので、我が家のレンジだとギリギリでした。容器の上部は持てるぐらいの厚さだったので、取り出しは素手でいけました。蓋をして水切りします。同じくレンジで温めるだけのパスタソースを使えば本当に楽ちんです。洗い物も容器と使ったお皿だけでいろんな手間を省ける時短アイテムです。次にご紹介するのがメラミンスポンジです。いろんな厚さや大きさのものがあり、バリエーション豊かなアイテムです。水だけでしつこい汚れが取れるので、いろんな箇所のお掃除に役立ちますが、私が特によく使うのがコップの茶渋落としです。水で濡らしてくるくるするだけなので、ほぼ一瞬で取れ、その上使い捨てなので管理しなくていいのも楽。今回は掃除以外の用途で使ってみました。ちょっとした隙間のクッション代わりにも使えます。引き出しに入れてるケース同士の間に少しでも隙間があると左右前後に動いてしまい、整理してもすぐぐちゃぐちゃになってしまいます。そんな時にメラミンスポンジが大活躍。こちらの貼って剥がせる両面テープを使ってスポンジを隙間に埋め込んでいきます。ずれ防止だけではなく、背の高いものでなければ上に収納することもできます。次にご紹介するのがキッチンパックです。いろんなサイズのものが売ってますが、今はダイソーの小さなサイズのものを使ってます。素材は高密度ポリエチレン。袋の中の湿度を適度に保ち、野菜の腐敗を遅らせてくれるので、食品ロスを減らすことにもつながります。今回少し大きいサイズが欲しくてこちらを買いました。色味がグリーンなので、移し替えたのが一目見てわかるのが便利。以前は野菜を入れたとしても普通のビニール袋でしたが、これに変えるだけで鮮度を保てるので、買ってきたらできるだけすぐこちらに入れ替えるように意識してます。特に我が家はほうれん草はジュース用に常備しているのでまとめ買いしてます。すぐしんなりしてしまいがちですが、キッチンパックに入れることで長い間シャキッとしてます。
以前ご紹介した野菜フレッシュキーパーもおすすめ。レタスやキャベツなどの茎に刺しておけば、野菜の成長速度を抑えられ、新鮮さを保てます。